げろ。2025年、日本に大規模な危機が迫っています。インドの天才占星術師アビギャーナンド君をご存知でしょうか。彼は占星術と天文学の知識を駆使し、未来を予測することで知られています。特に注目されたのが2019年のパンデミックの予言です。彼は2020年に世界的な感染症が広がると警告し、それが新型コロナウイルスのパンデミックだったことで一躍有名になりました。さらに彼は2022年のロシア・ウクライナ戦争や世界的な経済危機についても予言し、多くの出来事が的中しています。そして今彼が新たに予言をする、警告しているのが2025年に訪れる世界的危機です。その内容を詳しく見ていきましょう。アナンド君の2025年予言の全貌。2025年の予言には大きなテーマがあります。巨大地震の発生。2025年、世界のどこかで壊滅的な地震が発生。異常気象と大災害。2025年の気候変動は過去最悪のレベルになる。これらの予言はどれほど現実味を帯びているのか、一つずつ詳しく解説していきます。アナンド君の予言の中でも最も衝撃的なのが2025年に巨大地震が発生するというものです。この予言が事実なら、日本だけでなく世界中に壊滅的な影響を与える可能性があります。ここではアナンド君の地震予言の詳細と科学的根拠、日本での地震リスクについて徹底的に解説していきます。アナンド君は占星術を用いて未来を予測しており、その方法の一つに惑星の配置があります。彼は2025年3月には特定の惑星が並ぶことで地球に強い影響を与えると分析しており、特に地殻変動が活発化すると予言しています。彼の予言では2025年に発生する地震は以下のような特徴を持つとされています。規模が非常に大きい。マグニチュード 8.0 以上。環太平洋火山帯リング・オブ・ファイアで発生する可能性が高い。大津波を引き起こす恐れがある。都市部での被害が甚大になる可能性がある。この中で環太平洋火山帯という言葉が出てきましたが、これは何なのでしょうか。次に詳しく説明していきます。環太平洋火山帯と日本の地震リスク。環太平洋火山帯とは地球上で最も地震や火山活動が活発な地域の一つです。この火山帯は太平洋を取り囲むようにしてアメリカ、日本、インドネシア、ニュージーランドなどを結ぶエリアで構成されています。世界で発生する大地震の約9割がこの環太平洋火山帯で起こっているのです。例えば過去の大地震を見てみると、日本2011年東日本大震災マグニチュード 9.0、 チリ2010年チリ地震マグニチュード 8.8、 インドネシア2004年スマトラ沖地震マグニチュード 9.1。 これらはすべて環太平洋火山帯で発生しています。日本もまたこの火山帯の真上に位置しているため、世界でも最も地震が発生しやすい国の一つなのです。アナンド君の予言では2025年に巨大地震が発生するとされています。ではこの地震が日本で発生する可能性はどれくらいあるのでしょうか。日本が抱える地震の周期。日本の歴史を振り返ると、大きな地震は一定の周期で発生しています。1923年関東大震災マグニチュード 7.9、 100年に一度の大地震。1995年阪神・淡路大震災マグニチュード 7.3、 72年後に発生。2011年東日本大震災マグニチュード 9.0、 16年後に発生。東日本大震災から14年後となる2025年にまた巨大地震が発生する可能性は十分に考えられます。南海トラフ地震のリスク。日本で最も警戒されている地震の一つが南海トラフ地震です。日本の太平洋側、特に東海、四国、九州地方で発生する可能性がある大地震。規模はマグニチュード8から9クラスになる可能性が高い。過去に100年から150年周期で発生している。過去の南海トラフ地震の発生記録を見ると、1707年宝永地震マグニチュード 8.6、 1854年安政南海地震マグニチュード 8.4、 1946年
昭和南海地震マグニチュード 8.0。 前回の南海トラフ地震は1946年なので、すでに発生周期の限界に近づいています。アナンド君の巨大地震の予言と時期が一致するのは偶然でしょうか。世界規模の大災害と異常気象。アナンド君の予言の中でもう一つ注目すべきなのが、世界規模の大災害と異常気象の発生です。これまでにも彼は気候変動による異常気象や自然災害の増加を警告してきましたが、2025年はその影響が過去最悪のレベルに達する可能性があると言われています。では具体的にどのような災害が予測されているのか、そしてその影響を最小限に抑えるために私たちはどう備えるべきなのか。今年世界中で発生する可能性のある異常気象と大災害について徹底解説していきます。彼が警告する2025年の異常気象とは。アナンド君は2025年は気候変動の影響が最大化する年になると予言しています。特に彼の予言で注目すべきポイントは以下の通りです。異常気象がさらに深刻化。熱波、寒波、干ばつ、洪水の発生、大型ハリケーン、台風の増加、勢力がさらに強まる、大規模な火山噴火のリスク、地球環境への影響、海面上昇による沿岸地域の水没リスク、大気汚染や環境破壊の悪化、人類の健康被害の増加。ではこれらの災害がどれほど深刻なのか詳しく見ていきましょう。1、熱波の頻発と記録的な猛暑。近年世界各国で記録的な熱波が発生しています。特に2023年の夏にはヨーロッパ、アメリカ、アジアの各地で40度を超える異常な高温が観測されました。2025年にはさらに高温化が進む可能性があり、以下のような問題が発生するかもしれません。人々の健康被害、熱中症、脱水症状の増加、農作物の枯渇、食料不足の深刻化、電力消費の増加、停電のリスク。過去の異常な猛暑の例。2018年日本最高気温 41.1 度、観測史上最高。2022年ヨーロッパ50度近い気温が各地で記録。2025年にはこうした猛暑がさらに深刻化すると予測されています。2、洪水、異常な豪雨の発生。近年異常気象による集中豪雨や洪水が頻発しています。2021年中国河南省1時間で 200mm 以上の雨が降り、数百人が死亡。2022年パキスタン国土の3分の1が水没し、3000万人以上が被災。2025年はこうした洪水や豪雨がさらに激化するとあります。特に以下の地域では大規模な水害が発生するリスクが高まると考えられています。中国、日本、インド、台風やモンスーンの影響で大雨が増加。ドイツ、フランス、イギリス、夏の豪雨による都市型洪水。アメリカ、フロリダ、テキサス、ハリケーンの影響による洪水被害。3、大型台風、ハリケーンの増加。近年台風やハリケーンの勢力が年々強くなっていることが確認されています。2025年には過去最強クラスの台風が発生する可能性があると言われており、日本を含む各国で警戒が必要です。2022年の例、スーパー台風ノル、最大風速70メートル。2023年の例、ハリケーンニアン、アメリカで甚大な被害。もし日本を超大型台風が直撃した場合、どんな被害が予想されるのか。交通網の麻痺、電車、飛行機、道路がストップ、住宅の破壊、強風による倒壊、校長の被害、停電、断水、数日から数週間に及ぶ被害。台風の影響は都市部でも大きな被害をもたらすため、今のうちに備えておくことが重要です。4、大規模な火山噴火の可能性。アナンド君は2025年には地球規模の火山活動が活発化すると予言しています。過去の大噴火の例、1991年フィリピンピナトゥボ火山、火山灰が地球の気温を下げる。2010年インドネシアヌラピ火山、多くの死者を出す大噴火。日本での噴火リスクが高い火山、富士山マグニチュード8クラスの噴火の可能性。桜島噴火の頻度が増加中。阿蘇山過去に超巨大噴火の記録あり。
火山の噴火は地震との関連が強いため、2025年の巨大地震と連動する可能性も考えられます。2025年は世界の大転換期になる可能性が高い年です。アナンド君の予言が 100% 当たるかどうかわかりませんが、これまでの的中率を考えると決して無視できないものばかりです。皆さんはこれらの予言をどう考えますか？ぜひコメントで意見を聞かせてください。